皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは日本のバレンタインデーについてです。皆さんの国にはバレンタインデーを祝うというか、何かイベントがあったり、特別な人に何かギフトをあげたり、またはもらったりとか、そういったことはありますか？日本にもバレンタインデーというのはあるんですが、海外というかアメリカとかヨーロッパの文化とは少し違うと思います。なのでこれを聞いて日本のバレンタインデーについてもっと知ってもらえたらなって思います。日本と海外と違う点がいくつかあるので、それらをお話ししていきます。では日本のバレンタインデーは何が違うのかですが、違いは2つあります。違い1つ目は、日本のバレンタインデーは女子から男子、女性から男性へ何かをするのが基本です。アメリカだったりヨーロッパなどでは男性から女性へバラをあげたり何かギフトをあげたりとか、そういったのが一般的かなと思います。ですが日本では女性から男性へ、そしてチョコレートをギフトとして贈るのが一般的です。チョコレートを渡すのが圧倒的に人気というか、そういう文化があります。ですが他のギフトとかでも全然 OK です。絶対チョコレートをあげないといけないというわけではないので、もちろん例えばチョコレートが好きではない、甘いものが苦手とかあまり食べないっていう人もいるかと思います。そういった方にあげるのは全然違うギフトでも大丈夫です。本命の好きな人、例えば告白したいなとか、好きだなあの人に思い伝えたいなみたいな場合とか、あとはすでにカップルで付き合っている、結婚しているとか、何かパートナーとか、そういった場合にはチョコレート以外だと何か少し高めのちょっと高いワインとか、いつもだったら買わないちょっと高級なものみたいなものを特別なギフトとしてあげたりする場合もあるかなと思います。ちょっと高級の財布とか名刺入れとか、あとは自分の名前が入った高級なボールペンとか、なんか仕事で使えそうなやつとか、そういったのがよくあるかなと思います。あとバレンタインなんかおすすめギフトみたいな感じで調べると、そういったのがよく出てくるかなと思います。そして違い2つ目は、友人や会社の同僚にもチョコをあげるということです。海外だとバレンタインは恋人、カップル、パートナー同士のイベントですよね。自分のパートナー以外にも友達とか同僚とか、そういった方に何かギフトをあげるってことはこのバレンタインデーの日はないかと思います。ですが日本では友人、友達にチョコをあげたり、一緒に働いている会社の同僚にあげたり、または自分の上司にあげたり、そういった方にもチョコを渡したりします。これはなんか好きですみたいな、そういう意味ではなく、日頃の感謝を伝えるみたいな、そういった意味合いが込められている場合もあります。なんですけど友人とか同僚にあげるチョコはもうなんかあげないといけないみたいな風潮も少しはあるかもしれません。なんかもうそういう文化が出来上がってしまっている感じはあります。そしてこれには名前があって、本当に好きな人に渡すチョコレートを本命チョコと言います。本命っていうのは自分が本当に好きな人、恋人だったりまだ付き合ってないけど片思いしてる人、その一人に渡すことを本命チョコと言います。または友人だったり好きな人以外、会社の同僚とか、そういった方々に渡すチョコレートを義理チョコと言います。アニメだったり日本のドラマなどで見たことある方もいるかもしれませんが、このバレンタインデーの日には男子学生は当日女子からチョコもらえるかなみたいな感じで自分のロッカーを確認したり、または自分の机を確認したりみたいな、そういった光景がアニメなどで描かれているかもしれませんが、実際これはあると思います。こういった確認みたいな、直接渡されてないけどチョコもらえてるかなみたいな、
ちょっとドキドキワクワクみたいな、そういった感情を持ってた方はいると思います。または女子は好きな人に告白するために、好きな人を学校の校舎の裏側とか、人がいないような、誰にも見られないようなところに、その好きな人を呼び出して勇気を出して告白したり、チョコレートを渡したりみたいな、これも実際全然あると思います。私も小学生だったり中学生ぐらいまでは友達とチョコレートを交換みたいな感じで義理チョコをよく渡していました。手作りのチョコを作っていました。本当に簡単なチョコレートで、板チョコを買ってきてそれを溶かしてなんかデコレーションしたり、丸めてトリュフを作ったりブラウニーを作ったりとか、結構簡単なものを作ったりしていました。でも高校生とかになると、まずお菓子作りあんまり好きじゃないんだっていうのに気づいたのと、そしてそのイベントごとみたいなのに興味がなくなってちょっと冷めてきて、チョコレートは私が作るよりシェフがパティシエが作ったチョコレートを買う方が絶対にうまいやんって思い出して、めっちゃなんか冷めてきて、なのでもう高校生以降はチョコレートは一切作らずに、もらったらそのお返しとして買ってチョコを渡すみたいな感じにしていました。さすがにもらったのに自分だけ渡さないのはちょっとと思ってたので、ずっともう買って渡すみたいな感じでした。そして私が誰か好きな人に、バレンタインデーの日にチョコを渡したり告白したことあるのって思った方もいるかもしれません。興味がない人ももちろんたくさんいるかと思いますが、答えは一度もないです。そうやってなんかドキドキワクワクみたいな感じで好きな人にチョコを渡すみたいなことは一切なかったです。何か面白い、または成功した失敗したその体験談の話があったらぜひシェアしたかったんですけど、ないんですよね、一度も。その私の学生時代はもちろん楽しかったんですけど、本当になんか恋愛みたいなキュンキュンする甘酸っぱい経験とかそういったのも全くないです。最近だと TikTok とかで調べれば多分いろんな学生とかがみんな動画を撮ってあげていたり、バレンタインの何か動画とか上げている人もたくさんいるかなと思うので、そういったのを調べれば日本の学生のそのバレンタイン文化を感じることはできるかなと思います。そして、もう一つ、これは違いというか日本独特の文化があります。日本のバレンタインデーは女性が男性に何かを贈る日と言ったんですが、じゃあ女性は何ももらえないの、ただギフトあげて終わりって思った方もいるかもしれません。でももちろんそうではないです。心配はいらないです。ちゃんと日が設けられています。それはホワイトデーという文化です。ホワイトデーはバレンタインデーから1ヶ月後の3月14日に男性が女性にお返しをする日です。男性が女性とかではなくても男性とか女性とかあるかと思うんですけど、バレンタインデーの日に、チョコレートだったりギフトを渡した場合、そのもらった人はお返しとして1ヶ月後の3月14日に何かをお返しします。何かギフトをあげます。なのでこのホワイトデーという日は男性から女性にその告白するみたいな、またはバレンタインデーは何もしなかったからホワイトデーに何かしようみたいな日ではなく、バレンタインデーの日に何かもらった人、その人がお返しをするという日です。バレンタインデーの日に何かチョコでもギフトでももらった場合のみお返しのギフトを渡します。友達だったり同僚などからもらう義理チョコというものがあるとお話ししたんですけど、好きでもない人、期待もしていなかったのになんかチョコを渡された、でもお返しのチョコとかそういうのあげないといけないのって思う人もいるかもしれないんですけど、一応そうですね、あげた方が、お返しの何かギフトをあげた方がいいかなと思います。なんか一応礼儀というか文化みたいになっている気はします。普通に仲のいい友人からもらったとか、一緒に働いている方に日頃ありがとうございますっていうことで感謝の気持ちを込めてチョコレートをもらったっていう場合だと、何か値段とかはそんなに高いものとかでなくても安いものでもいいので、何か少しお返しを、そのギフトを渡した方がいいかなと思います。
これが日本のバレンタインデーの文化で、女性から男性に渡すのと、友人とか同僚とかそういった好きな人以外、パートナー以外にもチョコレートをあげたりギフトをあげたりする文化がある。そしてバレンタインデーのお返しをする日、ホワイトデーというのが3月14日にある。これが他の国とは大きく違う日本の独特のバレンタインデーかなと思います。今回は日本のバレンタインデーについてお話ししました。皆さんの国や住んでいる地域と比べて違うところ、似ているところなどありましたか？何かあればぜひコメントで教えてください。私も他の国ではどうやってバレンタインデーを祝うのか、またどんなギフトを送ったりとか、定番のものとかそういったのが気になるので、ぜひあれば教えてください。そして現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをしています。すべての動画のトランスクリプトを見たい方、またはこのチャンネルをサポートしていただける方はぜひ参加お願いいたします。お待ちしております。そしてすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。